寿司屋で出すのはほんまにと粉茶なんですよ。はい。抹茶じゃないんです。それはなんでかって言ったら渋みとかもあってさっぱり魚の油とかをさっぱりさせて買い合せるために飲まそう茶は粉茶なんですよ、その中に茶柱が入ってたりするんですよ、ほんで茶柱がこう立ってると男性の一物と見立てて、こうもらった時に「あ、今日いいお客さん来るわ」って縁起がいい。そうそう、チンってるわっていう。ああ、なるほどね。立ってるから。これはいいお客さん来るぞ。そうそう、いいお客さん来るわって言うてこの持っていくっていうのがほんまの茶柱が立つっていう意味の茶柱、そういうことだからそれを言われへんから縁起のいいものだけで、そうだからそのストーリーをみんな知らんっていう。知らない、みんな知らない。そうなんですね。そう、茶柱なんですね。そう、茶柱普通に言うからこう見えてやっぱりちゃんと昔の書物とか古事記とか、まあだからちゃんとインプットしてる先生なんで、やっぱそういうストーリーがあると面白いですね。そう、なんかそれを面白おかしく喋れたら伝わると思うんですけど、それちゃんとしてるんですよっていう、そのちゃんとっていう意味を答えれる。しっかりした対応で、ちゃんと。ちゃんとってよく使うやん、みんな。ちゃんとちゃんとしなさいとか。全然わかんないですわかんないやん。全然わだかんないですからそうやって止められることがないやん。これも隠語なんですか。そう、これをもうちゃんとっていうのはこう昔武士と武士がもう刀でこうやり合うやん、この時に唾と唾のところでこうカーンって唾尻合いするやんか、この時にちゃんちゃんってなるん。もうこれぐらい切羽詰まった状態、切羽詰まった状態で頑張れみたいな感じの。そっから来てる。そうそう、これ頑張らんかったらもう殺されるやん。そうここからそうだからチャンバラのチャンはこれなんです。そうですね。チャンバラって今思ったら意味わかんないです。そう分からないだから刀と唾の唾が競り合う音がチャンっていう音になるから、それでチャンバラだったりとかちゃんとしなさい。そう授業にすいません、なんかスーパーとかで売ってるような。そう、スーパーで売ってるやつの、まあ例えば今パッと見た時にもう運転の差ですね。もう全然はいこれぐらいの違いが。なるほど、はい。今日はね、せっかくなんで、こうお茶を、日本の抹茶を、今すごく人気な抹茶をこう体験していただこうと思うんですけど、まず市販の普通にスーパーとかで売ってるお抹茶から一回ちょっと立てさせてもらって、でその後僕自身がよく使ってるうちの抹茶とか、そういうのをこう何個か出していかせてもらおうと思うんでお願いします。まず初めの市販品の方の、今結構抹茶とかも流行りでいろいろあるんですけど、まずこうどっちにしても器温める。なるほど。だいたい 1.5 から2グラム程度入れます。でお湯がだいたい 70cc の熱湯、で茶筅、これは生駒の谷村弥三郎商店というところで作ってる国産の茶筅、今海外の茶筅も多いんで、そうですね、ハの字を書くようにこうしっかりと混ぜていただいて、でこう茶筅をシャカシャカするんですけど、絶対こう回さない、前と後ろでこう上下に、そうするとこう泡がこう立ってくるんで、回すとは立たないですね。そうそう、回すと渦になっちゃうんでね、こう前と後ろで水を切るようにしてこう立てていきます。
そうするとこう細かい泡ができてくるんで、できるだけ泡を細かくこう立ててあげて、大きな泡を最後潰すような形で均一になるように。この場合泡ってのはキーポイントなんですか？そうですね、流派の茶道っていうと、泡の立て方もいろいろあるんですけど、まあ、基本的に泡立ちよく立てた方が美味しく飲めるんで、僕は基本よく立てるようにしてます。空気を含むからなんですね。そうそう、空気を含んでまろやかに、これが一応市販品で売ってるもので、立ててみました。ありがとうございます。基本お茶碗っていうのは、で正面を向けて作った人は相手にお出しする。今はこのまま僕受け取って、そのまま受け取っていただいて、それが正面。全然でこれ正面がね難しいんですよ。この茶碗っていうのは全くない真っ白のものも一応正面があったりとかするんですけど、で正面を向けて出すので、そのまま口つけて飲んじゃうと、この正面の柄が汚く口で汚れてしまうので、それを避けるために時計回りに180度ですか？そう、時計回りに、まあ、大体45度ずつ45度回して、でその正面の絵を避けるようにして、で親指を自分の方の手前に沿って持ってきて、でゆっくりちょっとだけ一口。なんか馴染みのある馴染み深い味ですね、これは。で基本的には途中で下に置かない。そう、もう持ち上げたらもう最後飲み切るまで持ったままで置いちゃうとこれまずいですっていうようなあれになるんで。そうなんですね。基本的に置かない。レストランで置いてましたこれ。ほんとそうなんだ。で大体これが3口半か4口半ぐらいでゆっくりと飲んで、最後飲み終わる時にこうわざとこうすするようにでこう音立てるんですね。それが飲み終わりの合図。そうそう、音出してるんですね。そうそう、逆に音出してるんですよ。音出さないとこれ飲み終わったっていうことにならないので、で次その飲んだ口が汚れてるので、こう右手でくちばしのようにこうしていただいて、で右から左です。で次左から右で親指グーっていう感じにして、前のところを左から右。これね、この今の所作でお茶やってる人かどうかっていうのを結構分かるんですよ。これ癖で出るんで、例えば湯飲みでお茶飲んでる人も、例えばお寿司屋さん行った時にイケメンの男性の方がこうピッピッてこうやってお茶やってんのってそういう所作で僕らも心得がある方なんですねっていうのを見極めたり。なるほど。これ動画にしちゃってますけど、これみんな真似するんじゃないですか？多分そうですね。それが粋な感じなので。ですよね。そうです。やっぱ汚れたままだとかっこ悪いじゃないですか。そうですね。すごい高級店行ってワイングラスのなんか口をなんかふかにして。そうです。これで置くときはどうするんですか？そうで今口のところを込めたので、時計回りにも回しましたよね。時計も回しました。次逆時計回りでまた戻るんです。その正面、今だったら多分こっちの僕の方に向いてるのが正面の柄なんですけども、そこの正面を逆時計回りで自分と反対側に向くような向くところまで持っていく。そう、まだぐるっともうちょっと。そう、それで片手右手だけで前に置いておく。正面の柄を自分と逆の方に。これなんでかというと、ついこれを飲み終わったんで取りに来てくれる人がいるんですよね。その人に綺麗な柄を向けて気持ちよく弾いてもらえるためにやる。これね、例えばお茶だけじゃなくて料理とかも一緒だと思うんですよ。食べ終わった時に綺麗にする。ちょっとなんかその抹茶と粉末茶の違いだけ言葉で言っときます。粉末茶の方は抹茶とは呼ばないんですか？呼ばない。これがもう明確なその呼ばない理由があって、粉末茶というとよくね回転寿司屋さんとかにこう置いてるようなお茶と僕らが使う茶道の抹茶っていうのはちょっと違うくて、で何が違うかっていうと、加工の工程が違うのと、あとお茶の葉っぱをこう想像してもらいたいんですけど、葉脈って葉っぱのところ横に走ってるのと茎があるんですよね。その茎も葉脈も全部全て一緒にすりつぶしたものが粉末茶。で抹茶はその茎と葉脈を取り外した間の薄い部分の
残ったとこだけを石臼でひいたのが抹茶。はい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 。そうでもみんな今の時代粉末粉になってると、全部抹茶やと思ってるんですけど、これでいうと、まあ、色が白いんですけど、この葉脈横に走ってるものと茎、この部分を取り外したこの間のもの。おお、はい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 。あ、だからマグロでいうと剥がしですね。あ、そうそうそう。そこの部分だけを石臼でひいたのが抹茶です。なるほど。はい。ああ、色がもう全然違う。ずっと嗅いでられるの。そうそう。今ね、いっこさんずっと嗅いでられるって言ってくれたんですけど、畳とかお茶の匂いってずっと嗅いでられる。こうやってそもそも日本人の中のその DNA として落ち着く安心する匂いっていうので、ちゃんと論文も書かれてたりとか。そしたらまた同じようにこう溜めていきます。でこれでお湯を立て方は一緒なんですけども、で上からこう手で押さえて入れてカタカナのハの字を、これ意外ともうこの時点でもう香りが全然、でこうしっかりと混ざってきたら前と後ろだけでこうでもっと早く振ってもいいんですけど、みんな結構これぐらいでね、振ってしっかり泡入れていくんですけども、泡の立ち方もやっぱり全然違うんですよね。茎と葉脈が入ってるとこうなかなか立ちにくいんで、なんか細かいですよね。でもそうでしょ。向こうなんだろうな、クリームみたいだった。はい、で時計回りに1回2回、はい、なんか滑らかですね、上の方が。ああ、そうですね。はい。で右から左、そう左からね。そう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 。で逆時計回りにぐるっと。このお茶碗だいぶ回してこないといけないので、まださらに回してもらって、はい、もう一回回すぐらい。そう。で右手だけで、そうそう、飛ぶと。はい。そうですね。はい。まあなんかもう香りがもうなんか厚みも全然違うし。そうですね。もう味のバランスが全体的にね、こう五角形のグラフとかで表せるともうバンってこう広がった感じになって、クリーミーさが全然違うのはなんでなんですかね。やっぱりね、茎と葉脈が入ってるたりとかすると結局ね、こう分からないですけども、これが 100% 正しいか分からないですけど、ね、抹茶って歌いながら茎と葉脈入れて粉にして作ってる製品も絶対あるんですよ。そうでもやっぱりこういう本当の抹茶とかそういうのは、まあ、そういうことできないので、やっぱりそういう雑なさっき IKKO さんおっしゃってくれたみたいにちょっと見た時に、粗さが全然違うねっていうとこあったんですけど、やっぱり葉脈の間の部分だけ取って粉にするとやっぱり細かくきめ細かくなる。ああ、そうですね。ただ茎とか入っちゃうとどうしてもそれが限界があるんで、まあ筋ってみたいなもんですからね。そうそうそう、はい。だからそのパッて見た時になんか粗さちゃうなってなかなか一般的には見た目わからないですけど、さすがやなと思ったんですけど、でも本当そういうところ、これが一応市販品で売ってるもので、京都だと宇治がなぜいいかというと、霜が降りそうで降りないぐらいの寒さのところで日当たりも良くて、とかってなるとやっぱりそのお茶っ葉自体の生育の状態が違うんですよね。でもそれがもう日も当たらない、同じ品種の茶葉だったと、茶の木だったとしても、火がなかなか当たりにくいとなると、なかなかその味のポテンシャルをこう発揮しにくかったりとか、でお米もそうですけども、品種のその良し悪しもそうなんですけども、地域か、そう地域、どの場所でどう育ったかっていうのもまたこれすごい大事になってくる。でその抹茶の金額って本当に 30g ベースでいうとそうですよ、そう400円ぐらいかあるんですけど、上って十何万とかあるんですよね。30g 30g、はい、30g で。そうです、はい。それは原価ですか？原価です。みんなそうですね、それが下代とかになるんで、上代になると3掛けとかになるんで30万とか
まあ、一概にだからその安いからダメとかっていうわけではなくて、これコーヒーとかと一緒で好みもあると思うんですよ。苦いのがいいとか。そもそもお茶って貴族が飲むものだったんですか？そうです。貴族というか、まあ、武士以上の階級じゃないと飲めないもの。うん。それ例えば昔死の交渉とかはいはい、あったと思うんですけど、もう武士以上じゃないと基本的にこうお茶を飲んじゃダメって言われてる時代があって、やっぱり商人でも飲みたいじゃないですか。その武士しか飲めないものって一体何なんだっていうあって、その名残として湯飲みってあるんですよね。はい、あえて今みんな湯飲みって言っても、まあ白湯飲む人もいてるんですけど、はい、基本上がりとかのお茶が入ってたりとかして出してくれること多いんですけど、あれはお茶を飲めない人がこう飲んでる気持ちになって飲むために飲んでた器なんで、はいはい、湯飲みっていうんですよ。はいはいはい。そもそもその葉っぱがあります。はい。それどうやって昔の人はどうやってこれ摘出というかそうですよね。なんか僕もね、すごくないですかそれって。いやすごいですよ。今はねこう蒸すのも機械で蒸して、はいはい、こう空気でこう上にバーって、はい、上げて、で周りにこう蚊帳みたいなのがついてて、そこでうまいことなんかこう外れるっていうか。それがすごいですね。その時代にだから高かったのかなとか。ああそうですね。ただまあ今の現代でも機械に頼ってとか使ってるんですけど、それでもやっぱり工程っていうかやっぱりいろいろたくさんあるんで、大変なんですね。そう大変なんですよ。だからみんな気軽に抹茶とか言ってね、抹茶ソフトクリームとかって言ってるんですけど、いや、抹茶自体のその工程が多いから。なるほどね。そんなほんま気軽なもんじゃないっていう。なるほど。抹茶ソフトとかキットカット抹茶味とか出たからな、すっごい気軽なもんだな。そうです。敷居がめちゃくちゃ下がった。そうですよね。けど本来はめちゃくちゃ最高位にこう似てるお茶なんで、抹茶玉露っていうのは今日持ってきててところの抹茶なんですけど、はい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 。で、めっちゃ綺麗。まあ初めにこう立てさせてもらったやつは私がよく使ってるめちゃくちゃ美味しい茶葉だけを集めたブレンドの抹茶なんですよね。で今からはブレンドじゃなくて単一、まあお米でもあるようにその単一品種、もうでこの品種お茶っ葉名が宇治光っていうお抹茶なんですけども、ちょっと本当は夏目に入れてあれなんですけども、このままちょっと一回はい。ちなみにそのブレンドと単一って金額大体どのくらい違うもんなんですか？まあ、2倍3倍ぐらい違う。そんな違うんだ。最近ねこう海外でよく動画でバズってるのは、こうやって茶こしで茶杓でこうやってこしながら入れるみたいな動画がすごい多くてでこれで作るのがめちゃくちゃいいお茶使ってるのに、なぜかみんな抹茶ラテを作るすごいもったいないなっていう、めちゃくちゃいいお茶使ってるのに最後牛乳注いで終わるんやっていうところがあって濃いですね。はい。こう茶筅もね、茶筅振り10年って言って結構10年ぐらいやらないと上手にならない。串打ち10年みたいな。そうですね。同じぐらい。あんまり喋りすぎてもあれなんですけど、こう水の僕の場合はこう水の動きとか、そういうのと茶筅のこの垂れ方をこう合わせて入れるんで、あんまりこうガガガと実際振らなくても別にあれなんですけど、これもねこれぐらいで多分ちょうど。ああ、香りが全然違いますね。全然違う。全然違うこれ。そうです。いや全く別物です。でここからここまでもまた全然違うなって。違う、そうですよ。なかなかねこれを経験できるところがやっぱり少ない。別物だなこれは。美味しいものって香りなんだなって思いますね。ああ、そうそう。はい。なんで今海外でバズってるんですか？今まではそういう加工用の抹茶がこう売れてきたんですけども、今逆にいいものを求める傾向になってきたんですよね。海外の方が。海外の方が。
でこれは多分味覚が結構やっぱり日本食ってやっぱり味覚を成長させる、それをみんな食べてきてだんだんと味を理解してきたんじゃないかなっていう。でさらにそこに健康とか、そういう思考的な感覚も混ざってきて、例えば禅とか瞑想とかも最近海外の人多くなってきたんですけど、なんか日本人より日本人になってますね。そうもう知識としては日本人多分負けてるんですよ。僕は高野山っていう場所にいて、海外の人らとも話してても結局やっぱもうなんか日本人より知ってんなみたいな感覚があって、もう砂糖ばっかりの甘い飲み物嫌だと、本物が欲しい。で今京都から抹茶が消えるっていう状態になってしまってる。これを危惧はしてるんで何かしないといけないなとは思うんですけど、だから逆に自分も海外に行ってそういうやり方を言ったりとかして、でそれを逆輸入してきて日本人が世界が注目してくれてるもんなんやっていうのをこう認識した上で大事にしてもらいたいなっていうのはやっぱあるんですよね。もったいないと思うんですよ。こんだけいいものを作ってきて、これまで日本人のね、先人たちが作ってきて、やっぱりこういう市販品が出たことでもうなんかそれでもう分かった気になってるっていうのはあるんじゃないですかね。そうですね。だから悪くはないですけど、例えばもうお茶なんてみんな当たり前のように飲むじゃないですか。ね、麦茶もそうやし、そのペットボトルのお茶とかも、でもそれをお茶はお茶なんですけど、別次元のものなんで、ただその別次元のものを飲む機会があまりにも少なすぎて、何が本当のお茶なんか、何が本当の、例えばお寿司もそうですけど、本当のお寿司っていうか、寿司もそうだ。そう回転寿司というのも出てきて、寿司食った気になってるけど、本当にカウンターに座って食べる日本人は少ないですよね。そうなんです。それをもう海外の人がもう今カウンターを収める。海外の人は分かってたりしますもんね。分かったりするんですよ。お金があるないとかもあるかもしれないですけど、でも本物をこうやっぱり大事にして、それをたしなめるような、考えでずっと生きてれば、本来に座ってるのは多分日本人だと思うんですよ。お金がないっていうのはでかいですよね。でもそうですね。日本はやっぱりね、経済大国って言われて30年前は言ってて、今だんだんとこう落ちてきて、ね、やっぱり頑張ってるのにそれが報われないっていうところもあったりして、ほんでいいものがこうどんどん海外では売れるから流出していっちゃうっていう、それはね、なんかこうやっぱり守れるべき人らが、ギリギリね守っていかないとっていう。三つ星レストランのレベルベソンさんとかはもう最後にお抹茶が出てくるんですよ。でも寿司屋さんでこういうお茶出てくるとこって僕知らないな。なんで寿司って一番合うのってお茶って言われてるじゃないですか。そうですね。ワインに行き出すよりもお茶なんじゃねとは思うんですけど、そもそも江戸前のあれから文化始まって、江戸前寿司の、を最後に上がりとして出して飲んで、でまた来るわって言ってこう帰っていく、送り出すためのその大事な一番最後のこうアイテムになるんですけど、もしかすると今そういうお寿司屋さんとかもなんかその一番最後の部分だけ、もしかしたらなんとなく雑になっちゃってる。いや本当もったいないですよそれって。そう可能性があるのかなっていう。お寿司はお寿司、餅は餅屋ってよく言いますけど、そうだからそれで自分のやってるその流れ、ここだけって決めすぎちゃってしまってるから、そうでしょうね。そうなるほど。ダメであって、これ茶道の世界もそうなんですよ。お手前だけをすごく勉強される方もいてるんですけど、だからなんかそれをもう当たり前にこう日常にありすぎるから、多分見返せてない部分があって、そうだから今はなんかこの動画とかをこう通してもらって、それに少しでも気づいてもらえたら、なるほど。そうありがたいなって。今の日本の良さが日本人が見えてない。そうですね。海外の人がいいって言ったものがなんかいいんだみたいな、ミシュラン取れたら素晴らしいんだみたいな、いや違う、素晴らしいからミシュラン取れただけだよっていう、なんか自信を持ってそうですねやっていってもらいたいな。ちゃんと詰め直さないといいものが全部海外行っちゃうなって